ちらちらじゃ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 、はい、どうもこんばんは、こんにちは、おはようございます。今日はまさかの4日目にしてお風呂から中継でございます。あまり見えないように、考慮するんですが、この辺からセンターは、はい、この辺で行きたいと思います。今日も秘密基地にいらっしゃった方、ありがとうございます。今日はある意味ちょっと本当にお風呂シーンなので秘密基地っぽいですね。なんかさ、狙ってる人みたい、エロ目的で。違う、もう早速ね、ムードもなんもないんですけど、ちょっとしたお裸っぽくね、こう露出してるので、なんかすいません、不快に思った方。いや、今日はですね、こちら、カミカっていう、なんだったっけ、オールインワンクリームシャンプーっていうね、クリームシャンプーなんですよ、要は。で、これ、実は、うちのママ、いっちゃん、ね、知ってる人は知ってるんですよね、いっちゃん。が、いつも、月一でうちの親とは会って、どっか遊びに行ったり最近してるんですね。もう再会してからずっと。で、毎回さ、こうやって、いろいろ物をくれるのを用意してくれてて、もういいのにって言ってるのに、いつもね、用意してくれてて、で、この間、もらったんですよ、これを、カミカっていうのを。でクリームシャンプーってこうなんか泡が、そんな立たない、なんか本当に、そう、今結構話題らしいですって、なんか洋梨の香りがするって書いてて。で、これをせっかくならね、ちょっと、Vlog だからこそ、Vlog っていうか毎日更新だからこそ、こういう謎の動画もありなのかなと思って、ちょっと今日はこれを使ってみたいと思います。早速ちょっと、もうね、髪を流していきたいと思うんですけども。いや、まさかじゃない。なんでこんな、なんかこの、体洗うやつが見えてるのがマジでリアルやしさ、意味わかんないですよね。自分も意味わかんないです。こういう日があってもいいのかなっていう。これちょっとお風呂で語るシーンも好評やったら今後続けていこうかなと思ってるんですけど、なんなら今度、これはまだ言わんとこうか。めっちゃシュールな、いつも夜のルーティンでやる作業があるんですけど、それをしながら喋るのもありかなとか思ったり、してたりしてなかったりするんで、またそれもじゃあ、今日ちょっと言おうかと思ったけど、あえて内緒で、また、いつものリビング、ソファー座りながらのリビングじゃない感じで出る時もあると思うので、喋れてるのでお楽しみに。じゃあちょっと髪の毛濡らしていきますね。よいしょ。で、こう、まず髪を、普通に濡らすじゃないですか。で普段は結構いろんなシャンプー使ってきてるんですけど、最近使ってるのこれ、ハニー、なんていうのかわかんないけど、こういうやつとか、ノルももちろんあるし、最近ゆうちゃろが、なんかあんまりノルが合わなくなってきたっていうことで、なんか新しいね、こういう、ねねっていうシャンプーとかもゆうちゃろは使い始めてます。それから最近、これを初めて使ってる。そう。ノルが多かったんですけど、なんか最近ちょっと違うのにも挑戦してたりしますね。っていうか、物体違がない。さっきまで下で実は寝落ちしておりました。皆さん今日もお疲れ様です。なんかコメント欄見てると、夜見てくれてる人、なんか意外と少ないかな。いや、そんなこともないか。だけどコメント欄でよく見るのは結構朝に、いろいろ作業しながら見たり、この動画をね、このチャンネルをしてくれてる人が多いみたいで、なんか様々なんだなと思って、なんか嬉しいです。好きな時に見てください。ということで、髪の毛だいぶ濡らせたんで、こんな感じで、いいんじゃないでしょうか。で、ですね、顔めっちゃむくんでないの？もう寝てたんで、
目とかもめっちゃ腫れてるんですけど、で、これ髪の毛濡らしたんで、こっから、6プッシュ ?6 プッシュもいらんか。セミロングで6プッシュって書いてるんで、頭皮と髪をぬるま湯でしっかりとすすぐ。水気を軽く切ってからクリームを頭皮と髪になじませ、頭皮を、指の腹で揉み込むようにマッサージをする。で、すすぎ残しがないよって感じが、何分とか起きなさいとかも書いてないから、もう頭皮と髪に、じゃあこう、こんな感じで、もう、塗っていきたいと思います。塗るっていうか、合ってんのかなこれ、本当やり方。2プッシュ目。よいしょ。でさ、今日あった出来事じゃあ、話しましょうか。まあタイトルにもしてると思うんですけど、普通の、ロースカツと特上ロースカツの話。いきなりマジで意味わからんと思ったと思うんですけど、なんか自分は極上ロースよりロースカツがいいみたいなタイトルにしてると思うんですけど、これ4プッシュ目かな。地肌にあんまり入らない。でも本当に泡立たないね。だから、なんていうの、本当に洗えてるのかっていう、なんかこの、今までの当たり前感がないからさ、絶対こういうのつけたら泡立つのが普通というか、こうね、当たり前だと思ってるので、本当にこれで洗えてるのっていう疑問は確かにあるかも。でも匂いは本当にちょっと梨っぽい匂いがしますね。書いてる通り。まあ、こんな感じで髪にもなじませたし、ちょっと頭皮にはまだ浸透できてないかもしれないので、しっかり頭皮にこう飲み込んでいきたいと思います。で、まあなんでね、さっきも言ったけど、そんなタイトルにしたかっていうと、最近さ、ゆうちゃろとまあ仕事中、ずっと、ゆうちゃろっていうのはブー太郎のね、旦那さん、彼氏兼旦那さんなんですけど、この人とね、ペアで仕事をしてると、仕事も24時間もずっと一緒で仲良くやってるんですけど、そう、それでさ、結構罵り合いをしてるんですよ、お互い。了承の上で暴言を吐き合ってるっていうか、うっせえんだよとか、まあそれはUV クッキングでもよく話してると思うんですけど、で、最近さ、ブータラがこう、ユーチューバーがちょっと仕事とか、なんかミスったりとかすると、貴様の目は節穴かとかって言ったりするわけ。別にミスしてなくても、なんかちょっとこう、ブータローに、なんか見た目がブスとか言ってきたら、なんかもうちゃんとこんな美しいブータローのことをブスなんて言うなんて、貴様の目は節穴かとかってなんか言ったりするわけですよ。で、それを言ったら、なんか今までは、なんか笑ってたりしてたんですけど、最近さ、さらに返しが上手くなったというか、なんて言われると思う、ブータローが優勝に、お前の目は節穴かって言ったら、そうなんですよ。ゆうくんの目は節穴やから、今、ブータローと付き合ってんねんとかってさ、言うようになりやがって、めっちゃムカつかへん。そう。なんか、ブータローの言う悪口をうまく利用して、こっちをけなしてくる作戦。そう、ゆうくんの目は節穴やから、ブータローとずっと付き合ってんねんとかってさ、なんかもう、言ってやったぜ感な顔で言ってくるわけよ。で、あまりにもちょっとなんか、こう、上手な、こう、反抗されたから、ブータローもちょっとつい言い返せへんくて、クソってちょっとなったっていう、うまいこと言いやがって、みたいな。で、まあそんなこと言って今日盛り上がってたら、まあ今日晩ご飯、とんかつをね、帰り、行ったんですよ。もう外食が結構多いので、平日とかも夜ご飯。あんまり家で作ること、水曜日ぐらい。たまに作る時もあるけど、水曜日以外もね。で、今日とんかつ、お気に入りのとんかつ屋さんがあって、もうそこのとんかつ屋さんが本当大好きなんですけど、これ別に置いとかんでいいのに、ちょっと喋っちゃうわ。うん。で、すごいヒリヒリしてきた。ヒリヒリじゃないな。ヒリヒリって言ったら痛いみたいなもんね。なんかこう、スースーするっていうの。なんか、あれやん、夏とかによくさ、すっきりする、こうなんかちょっとミントとか入ってそうな体とかだったら、ひんやりするようなやつ。なんかあれって感じがする。今頭がすごいスースーする。
だからなんか効いてるんやなって感じがする。なんか頭皮に浸透してる感じがすごいある。まあ後で洗い流した後の感じの感想を言いますけど。でもいいかもね。なんか逆に、これ慣れたら。なんかちょっと泡立ってないのが、こう、違和感ではあるけど、泡って結構、ね、楽しかったりもするけど、なんか邪魔やったりするじゃないですか。例えばこう、頭洗ってる最中に体も洗いたいとかなったりとか、洗顔したいってなった時に、なんか泡がこう落ちてきてさ、目に垂れてきて、なんか鬱陶しいなって時あるじゃないですか。そういうのがないからさ、なんかすごいいいかもって思った。で、また話のあれなんですけど、もう10分も経ってるまだ。で、今日とんかつ屋さん行ってきた。話戻りますね。とんかつ屋さん行ってきたんですよ。で、いろんなたわいない話をしながらご飯食べてるんですけど、突然、またあんたの目は節穴系の話になったわけ。で、それを言われた時に、もうあんたは分かってないみたいな。ブー太郎はこんな美しいのに、あんた何をそんな悪口を言ってくるわけみたいな。ブー太郎のもっと美しさを自覚した方がいいわ、みたいな。ブー太郎と付き合えて幸せやろみたいなさ、なんか冗談な感じで言ってたわけ。そしたら急にさ、あんたさ、とか言って、ブー太郎にね、ここのさ、今、とんかつ屋さんにこうある中で、あんたを例えると何やと思って言われたわけ。まあいろいろあるじゃん。器とか、まあごまが入ってる容器とか、まあお皿、それこそとんかつもあるし、キャベツもあるし、味噌汁や白ご飯とかいろいろ並んでる中で、あんたをこの中の、ものに例えるとしたら、ブー太郎をね、何やと思ってクイズ出されたわけ。またなんか、いらんこと言うな、この人と思って。なんか変なこと考えてるわと思ってさ、なんて言うんかなと思って。何って聞いたらさ、もう、こう、タッチパネルでメニュー選べるお店なんだけど、それパッパッパってやって、あんたはロースカツや、みたいな言ってきたわけ。極上ロースにはなられへんねんって言われて。で、今日ゆうちゃん、極上ローストンカツ食べてて、で、ブータロ普通のローストンカツを食べてたので、ゆうちゃんの方がちょっと、いいカツを食べてたのね。まあ、それにちなんで、ブー太郎はね、極上ロースになられへんねん。あなたは、所詮ロースカツやって言われたわけ。で、ブー太郎はなんかさ、もっとさ、なんか、そこら辺に落ちてるなんか床のゴミとかさ、例えばもう、なんかそういうお皿とか、なんかキャベツとか、なんかチラッといる、なんかほんと脇役みたいなのに例えられると思ったら、意外とロースカツで例えてくれんやと思って、なんか全然いいやと思って。へえみたいな。ね、別にでもいいみたいな。豚の極上ローストンカツじゃなくていいもんって言って。なんならロースカツの方があんた、位が高いの知らんのって言ったみたい。みんなもどういう意味かわかる？普通やったらなんか一見、極上ロースカツの方が、なんかね、質も良さそうで、そっちで例えられたいと思うかもしれないけど、いや、ブータロはロースカツで言ってて、極上よりなんならロースカツ。だって、万人受けするのはロースカツでしょって言ってやったらな、キモーって言われた。でもそうじゃない。極上ロースカツもいいけど、結局、最終的に選ばれるのはロースカツじゃないですか。まあ、ブータロはまあ、ユーチャロにだけ選ばれたら、まあ、それでいいっちゃいいって言われたら、まあ、それまでなんですけど、まあ、だけど、やっぱ万人受け、より多くの人に、こう、受けるっていうのは、やっぱそれだけ魅力があるっていうことでもあると思うので、まあ、そういう意味で、やっぱ極上ロースカツを、なんだかんだこう、選ぶ人って、やっぱロースカツよりは少ないと思ったので、そう、まあ、そういう意味で言い返したら、なんか、まあそう、お互いになんかちょっとこの言葉のゲームで遊んでるっていうくだらない話でした。そんな感じでね、日々私たちは本当中身のない、しょうもない話でいつも盛り上がってるっていうことですよ。まあ今日はそんな感じで、あとは頭流して終わろうかな。うん。あれもう本当にもう、すごいわ、これ。洗い流せてる感もない。だから泡がないから、このぬる感とか、ぬめ感が取れるまで流したらいいんかな。なんか不思議な感覚。やっぱりどうしても、先入観というか、目に見えてこう、泡がね、落ちていくことで、なんかスッキリ感とか、洗った感っていうのは、なんかこう、無意識に感じてたのかなっていう気はしますね。なんか、これで洗えてんのみたいな。
感覚にはなる。でもこれ慣れたらこっちの方がいろいろ鬱陶しくなっていいかも。なんか泡って結局なんかいろいろ鬱陶しいじゃないですか。自分の体だけじゃなく、いろんなこれ周りとかについちゃったりとかして、それ洗い流しちゃんとしてなかったらさ、結構水がかとかそういうシミっぽくもなるし、まあよし悪しですね。まあ一番大事なのはこれを使い続けて髪がねどう良くなるかっていうところなんで、まあ、そこまではちょっと豚をね今すぐにはこうレビューできないですが、まあ豚は全然これはこれでありですね。はい。なんかキシキシ感もそんな別にないし、洗ってすぐはなんか意外とこう髪の毛が潤ってる感じがします。はい。はい、ということで、今日はもうこれぐらいで終わりましょう。ちょうどいいじゃん。はい、ということで、今日は謎に、上半身裸をなんか晒してこちらのね、カミカを使ってみたっていうことで、まあ、せっかくね、いただいたものなんで動画でこう残している方が、なんかいいかなと思ったんで、これからもね、いろんなものを紹介しながら、まあ、食べ物もそうだし、こういう美容系もそうだし、なんかできそうな時に紹介しながらこうやってトークもできたらいいなと思ってます。では皆さん、今日も一日お疲れ様でした。そして今日も秘密基地にね、覗きに来てくれて嬉しかったです。ありがとうございます。ぜひよかったらね、またコメントをしていただいて、で、もう皆さんすごい優しいんで、昨日もちょっと言ったんですけど、グッドボタンとかね、チャンネル登録よろしくねとかって言ったら、本当たくさんの方がまた新たにしてくれまして、毎日してくれてる人はもうありがとうですし、また今日初めて見た人はぜひチャンネル登録とグッドボタンでこのチャンネルを盛り上げていってくれて嬉しいです。よろしくお願いします。では、お休みなんですけど、ブータローはこれから。みんな今日一日頑張ろうっていう人もいるだろうし、ね、いろんな、時間で見てください。では、またね。明日は本チャンネルの方で、UV クッキングの日なので、また7時半頃からお会いしましょう。ゆうちゃろうも明日はいるよ。じゃあねー。